高音質な自作ラジオと市販品のデジタルチューニングラジオの音を聞き比べてみます。はじめに自作ラジオから聞いてみます。こういったところ、この障害児福祉に至るまでこれ及んでいますから、早急に見直していただきたい。お願いします。公明党中野さんはいかがでしょうか。児童手当の市販のラジオに切り替えます。世帯ということもあります。まずは家計の負担が大変なところからスタートをするというふうに受け止めておりますし、で、1万5,000円、いかがでしょうか。自作ラジオははっきりした音で予想以上に良い音です。NHK 第1、第2を受信するときはほとんどノイズも気になりません。そこで高音質 AM ラジオの制作方法をこれからできるだけ丁寧に説明していきます。音が良い AM ラジオの制作というと難しい回路の制作のように聞こえますが、だいぶ前にブレッドボードを使った制作動画を紹介したことがあるラジオです。三端子1チップ AM ラジオ IC を使ったとても簡単な回路のラジオで、ハンダ付けさえできれば夏休みの工作ぐらいの難易度で簡単に制作できるラジオです。渾身は目立ちますが音声帯域が広く、少しの工夫でとても音の良いラジオになります。これらが制作するラジオの部品です。トランジスタと同じ外形の3本足の部品は三端子 AM ラジオ IC です。ネットで部品はすべて購入可能です。ワーアンテナとバリコン以外はすべて秋月電子で購入しました。ラジオの全体の回路図です。ワーアンテナコイルは虹巻き線付きを選ぶようにしてください。回路は片面の白基板をミニルーターで削って製作します。電子回路を見ながら部品の配置を考えて回路パターンを考えていきます。できるだけ直線的に銅箔を削るように回路を考えて 45mm×35mm の基板に鉛筆で削り取る部分を描いていきます。8ピンの IC ソケットの間隔は 2.5mm と狭いので少し注意が必要です。両面テープで銅箔基板を適当な木片に貼り付けておくと作業はしやすくなります。回路パターンはミニルーターで銅箔面を削り取って製作します。ミニルーターを固定して木片をスライドさせるようにする方が上手に溝が削れるようです。切断砥石を使って銅箔を削り取っていくので、溝と溝が交差するところは削り取れない場合が出てきます。この点を注意して切断砥石を動かして溝を削っていきます。すべての縦方向の溝を削って次に横方向の溝を削り、その際縦と横が少しクロスするようにするのがコツです。パターンが削り終わったので、ショートしていないか同通チェッカーで確認します。ショートしているようです。ルーターでショートしていそうな部分を再度削ります。パターンが完全に出来上がるまで同通チェッカーで繰り返し確認して、そして削るを繰り返していきます。8ピン IC ソケットのハンダ付けは注意が必要です。ピンの間隔が狭いので、ずれないように注意する必要があります。はじめに一つのピンをハンダ付けして位置を確認してから、順にハンダ付けしていきます。スムーズに回路を作るには、部品をハンダ付けする順番に注意します。はじめに、トランジスター、10マイクロ、100マイクロファラットのコンデンサー、47キロ、100キロオームの抵抗をハンダ付けします。銅箔面に直接部品をハンダ付けします。部品を配置する自由度はあります。ただ、部品がショートしないように注意します。次に、三端 CAM ラジオ IC、0.01 マイクロ、0.1マイクロ、10マイクロファラットのコンデンサー、100キロ、1.5 キロオームの抵抗をハンダ付けします。見た目はよくありませんが、広いパターンに回路を製作すると、高い周波数を扱う回路では性能は向上します。さらに、パワーアンプ IC 周りの 0.01 マイクロ、10マイクロファラットのコンデンサーをハンダ付けします。以上で基板は出来上がりです。完成した基板に電源線、スピーカーをつなぐ線、ボリューム周りの線をハンダ付けしていきます。はじめに電源の線をハンダ付けしておきます。スピーカーをつなぐ線をハンダ付けします。
パワー IC は BTL 出力タイプで、両方の端子ともグラウンドから浮いているので、同じオレンジ色の線にしました。動作確認用のスピーカーを、とりあえずハンダ付けしておきます。次に、バーアンテナコイルの緑の線と黄色い線をハンダ付けします。バリコンに肌色の線と黒い線をハンダ付けします。ここでパワー IC をソケットに差し込みます。最後にボリューム周りの線をハンダ付けして完成です。時計回りに回すとボリュームが上がるように配線します。もし逆になってしまったら、黒と橙色の線を逆につないで修正してください。電源をつないで動作確認をしてみます。電圧は乾電池に本直列を想定して 3V とします。ボリュームを絞った状態では 10mA 程度しか電流は流れないようです。ブレッドボードで製作した時より安定して動作するような感じがします。しかし、むき出しのスピーカーでは、キンキンした音で、とても音の良いラジオとは言えません。そこでこれから、このラジオの音を良くする、ちょっとした工夫を説明していきます。工夫その1は、利用するスピーカーについてです。ゴム製のエッジで、上質な感じがします。このスピーカーは、ネットで話題になっている F77G98 という型番のものです。音質に定評があるスピーカーを選びます。工夫その2は、しっかりしたケースにラジオを入れることです。スピーカーボックスの中にラジオの回路を入れる形にしました。ただ、映像のように本格的なボックスではありません。9mm 圧のヒノキ材で枠を作り、5mm のベニヤ板にスピーカーを取り付けています。裏側にバーアンテナをホットボンドで固定して、バリコンと電源スイッチも取り付けました。ラジオの基板は両面テープで固定します。バーアンテナからの緑と黄色の線、電源スイッチのハンダ付け、そしてボリュームを取り付ければ、ラジオは完成です。工夫その3です。この最後の工夫は、自作する方の好みで決めてください。前面のパネルを枠に入れると、音色が変わります。さらに、裏面を開放する、密閉する、半分だけ蓋をする、で、微妙に響きが変わってきます。その変化を確認してみましょう。本田親子っていうのは本当に駿府政権を支えた重要な軸だったっていうことはありますよね。で、家康が生きてる間は駿府の力とっても大きかったわけなんですけど、江戸の秀忠にとっては目障りだったから、その中枢にいた本田親子が危険視されたということで、なんかね、こう見ると本田を潰すっていうことは家康の時代に区切りをつけることだったのかなっていうふうにも見えてきますね。ああ、そうかもしれないね。そして新しい時代、まさに江戸時代をスタートさせるために。いかがでしょうか。低域の音の響きに違いが出てきます。最終的には厚手のフェルトを充満させて密閉することにしました。発熱が少ないラジオだからこそ可能にした方式です。対応してやってます。ファンサービスもそうですね。欠かさずということですね。そういう癒しの時間もあって、いよいよということですけども、前回大会と比べてもまたメンバー入れ替わったところもありますが、この顔ぶれの印象はどうですか、いかがですか？そうですね、前回とまた全然メンバーも結構変わってて、若い選手もいれば、僕たちみたいなベテランもいて、すごくバランスもいいですし、チームの雰囲気も